こんばんは、クリミナルです。今回は日本の事件の中でも特に有名な尼崎事件についてお話ししたいと思います。この事件は少なくとも11人を超える死者、行方不明者を出した凄惨な事件です。事件の首謀者である隅田美代子は複数の家族を崩壊させ、命と財産を奪うと同時に引き抜いた子供たちをファミリーに加え、疑似家族を作り上げました。この事件は全てを詳細に語ろうとすると 1,2 時間でも全然足りないような事件ですので、なるべく簡潔にまとめてご説明させていただきます。また、登場人物もかなり多く、被害者が加害者になるケースもあるので、今回は継承を略して読ませていただきます。加害者は実名、被害者は仮名にしてあります。では、始めます。隅田美代子は1948年10月12日に兵庫県尼崎市に生まれた。父親は左官職人の派遣業を営み、母親は売春宿を兼ねた小料理屋で働く元芸者。美代子の家には父親の仕事関係の柄の悪い男たちが頻繁に出入りしていた。美代子の父親、月岡は子供嫌いで幼かった美代子に対し、お前は避妊に失敗してできてしまった子、いらない子だったと言い放ち、美代子は大きなショックを受けた。それ以来美代子は父親のことをひどく嫌うようになった。母親は元売れっ子芸者で、客であった月岡と結婚し、美代子と弟である安則を設けた。しかし夫は酒癖が悪く、ギャンブルばかりし、さらには近くの遊郭に入り浸っていた。そんな夫に愛想を尽かし、1955年、美代子が小学2年生の時に両親は離婚。美代子は父親に引き取られ、弟の安則は母親に引き取られた。美代子は嫌いな父親との生活が嫌で、祖母の家に転がり込み、そこから学校に登校していた。父親はそんな美代子のことは気にもせず放置していた。この頃美代子は母親の弟である虎蔵に懐いていた。この虎蔵はヤクザ家業をしていた男で、美代子は虎兄と呼び、ついて回っていた。美代子は小学生時代からあまり学校には行かず、不良仲間とつるんで夜の繁華街をうろついていた。中学生になるとほとんど学校には行かなくなった。珍しく学校に来たと思えば、教師にヤジを飛ばしたり、他の女子生徒を締めたり、喧嘩を繰り返した。美代子は学校で父親はヤクザの親分だという嘘をついて回り、後輩の男子たちを子分のように扱うようになった。美代子の非行はやむことはなく、深夜徘徊、不純異性交友、恐喝、暴行などを働き、少年鑑別所の常連となった。美代子が中学3年生の頃、彼女が親の愛に飢えていたと思わせる事件が起きた。ある日、遅刻してきた美代子に教師がビンタをして叱ったことがあった。ここで美代子は反抗するかと思いきや、今まで誰も自分のことを叱ってくれる人なんていなかった、と逆に感謝したのだ。その後美代子はその教師に色々と相談するようになり、教師もその度に指導した。ただ、美代子の問題行動はやまず、高校に進学した彼女はすぐに喧嘩をし、1ヶ月で退学となってしまう。ここで美代子の学校生活は終わった。その後の美代子は結婚に憧れ、同級生と同棲し始め、後に結婚したが、すぐに離婚。しばらくして別の同級生と結婚したが、こちらも2年足らずで離婚。自分には結婚は合っていない。そう感じた彼女は金儲けをしようと考えた。何をしようかと考えていると、母親が売春を勧めてきた。ただ美代子は自分の容姿にコンプレックスを持っていたため、自分では金は稼げないと思った。そこで美人の女性をかき集め、売春斡旋業を始めた。すると美代子の売春スナックはすぐに評判となり、行列を作ることもあったという。美代子は他にも債券回収や横浜でラウンジ経営も始めた。こうして美代子は若くして大金を稼ぐようになった。そのうち幼い頃から仲が良かった美恵子に仕事を手伝わせ、定井頼太郎も仲間に加えるなどファミリーを形成していった。後に内縁の夫となる定井頼太郎は見た目はヤクザのような男だったが、美代子には頭が上がらず顎で使われていた。
ある時頼太郎が他の女に色目を使った時、美代子は頼太郎の顔や髪をガスバーナーで焼いたことがあった。それでも彼は美代子から離れなかった。黙って従っていれば飯にはありつけるし、何より逃げたら美代子にもっとひどい目に遭わされるという恐怖からである。美代子は頼太郎を祖母の家に連れ込んでしばらく一緒に生活していたが、1981年に祖母の家の近くに賃貸マンションが建ったため、そこに二人で移り住んだ。そのうちそこに美恵子も呼び、三人で暮らし始めた。その後も部屋には血縁関係のない人間が続々と転がり込んできた。そのうち隣室が空き、美代子はその部屋も借り、そこで十数人が共同生活を送るようになった。この奇妙な共同生活は20年以上続いた。次に、美代子の周辺人物をご紹介する。月岡康則。康則は美代子の5個下の弟で、小学生の頃からドスを持ち歩いていた相当なワル。ただ康則は誰ともつるまない一匹狼で、ファミリーに加わることはなかった。一時期、美恵子と急接近したが、結局美恵子は美代子を取った。なお、この康則は、グリコ森永事件の重要参考人として取り調べを受けている。貞頼太郎。貞頼太郎は、美代子の内縁の夫。見た目は怖い風貌だったが、美代子には頭が上がらず、奴隷のように扱われていた。例えば、美代子が溺愛していた孫が、金魚すくいがしたいと言ったことがあった。すると美代子は頼太郎に今すぐ金魚を買ってこいと命令し、頼太郎があちこち走り回り、金魚を大量に買ってきたというエピソードがある。隅田美恵子。隅田美恵子は美代子の義妹で、旧姓は谷和。幼い頃から美代子と知り合いで行動を共にしてきた女性。隅田一族の財布係でファミリーのために風俗で働き、総額3億円もの金を家計に回していた。康則と結婚寸前まで行くが、美恵子は美代子を取った。後に美代子が頼太郎と美恵子に関係を持たせ、生まれた子が雄太郎。美代子は雄太郎を譲り受け、自分の息子にし、溺愛した。隅田雄太郎。雄太郎は美代子が38歳の時に生まれた。実母は美恵子だが、戸籍上は美代子の実子。美代子は雄太郎のことを溺愛しており、幼い頃から高級ブランド品を身につけさせていた。雄太郎は容姿が良かったので、美代子は将来、雄太郎を芸能界へ入れようと思っていた。後に雄太郎は隅田るいと結婚し、二人の子供を設ける。隅田るい。後に触れるが、美代子が崩壊させた谷口家の次女。香川県内の進学校に通っていたが、美代子に取り込まれ、学校を中退させられる。その後美代子に尼崎に連れて行かれ、養子となった。真面目で地味な見た目だった少女は、金髪の不良少女と化した。李正則。通称マサ。マサは美代子の用心棒役となる人物。マサはファミリーの暴力装置と呼ばれた男で、体重は130キロを超え、体は入れ墨だらけ。父はヤクザで、母は在日韓国人。マサの両親は離婚し、母親は後に南家の長男と再婚。マサはもともと野球に励む好青年だったが、母親が再婚した父親がどうしようもなかった。父親は大酒飲みでギャンブル好き。借金を繰り返し、家には借金取りが頻繁に来ていた。そのうち、マサの高校にも借金取りが来るようになり、高校を中退。その後、製鉄会社に就職するが、父親がマサを勝手に保証人にして借金をし、今度は職場に借金取りが来るようになった。マサは退職を余儀なくされた。その後マサは暴力団に入ったり、結婚したりと紆余曲折があったが、覚醒剤に手を出し、借金取りから逃げ回っている時に美代子と出会い、助けられた。美代子はマサを虎蔵の下で修行を積ませ、虎蔵と養子縁組させた。次に美代子は弟の康則と一緒にマサに暴力を振るうなどして徹底的にしごき、逃げたらどうなるか分かってるよなと釘を刺した。こうしてマサはファミリーの中で最も忠実な一員となった。